ライフイズギャンブル人生出航です。はい、ということでね、本日の企画は何ですか？ラスベガスでポーカープロに100万円を渡したら何日で200万円できるの？よいしょ。今回の軍資金なんですけど、こちらになります。結構ありよるよ。何ぼっすかこれ？じゃあ7500ドルになります。はい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 。現在のレートで言うと日本円にして100万円ぐらいか。それを1万5000ドルにしていただきます。任してください。私ポーカープロちゃんです。じゃあね、サクッとこの7500ドル1万5000ドルにしていこうと思います。やっていきます。ただそれだけだったら全然面白くないなと思ってて、追加の企画として1日何時間ポーカー売ってもらってもいいんですけど、大体これで終わろうかなってなったら僕呼んでください。で僕行きますんで、そのタイミングで2000ドルをサイドギャンブルに突っ込んでもらいます。なんでなん？意味がわからん。そのサイドギャンブルの収支も全体の収支に含めます。きつないそれ。例えば2000ドルポーカーで勝ちましたと、でもサイドギャンブルで2000ドル溶かした場合プラマイゼロになります。一生終わらんて。サイドギャンブル怖いんやから。でも逆にサイドギャンブルで勝ったらすぐ終わる可能性もあります。まあそれはそうやけどさ、負けるもんやから。でも企画としてサイドギャンブルできるの楽しみです。今も言ったんですけど、サイドギャンブルで絶対負けるもんなんですけど、夢はあります。正直パンパンパンって2倍で増やしてったらね、すぐに1万ドルとか勝てることもあるんで、ポーカーでサイドギャンブル以上の期待値出せれば、マイナスにはならないと思うので、サイドギャンブルの夢も見せつつね、ポーカーで慎重に勝っていく春ポーカーの姿をね見ていただけたらなっていう風に思います。ということでね、時間との勝負だと思うので、早速ウェイティング入れてねポーカー打っていきたいと思います。本日の目標はポーカーで5500ドル勝ち、バカラで2000ドル勝ちで1日で100万達成したるわい。ってことで今からのハイレートポーカー実践やっていくことで始まりました。プロギャンブラーに100万円渡したら何日で100万円増やすことができるの企画。ファーストはこいつだ。クイーンズカットオフからいきなり現れました2人のお姫様。しっかりとアグレッシブに戦っていこうと思います。というところでハイジャックのプレイヤーがレイズ60ドルを選択。それに対して春ポーカーはリレイズ210ドルを返していきました。ポジションもいいのでもう少し安めに返してもいいんですが、このテーブル皆さんがディープで入られているので大きめにレイズを返してきました。というところでここでボタンのプレイヤーから4ベット450ドルが返ってきました。嬉しいような嬉しくないようなこの4ベット、おろす気がないサイズに見えるので春ポーカー A シーズキングスの可能性も十分にあるなと思っていました。ですがサイズもサイズなので春ポーカー自身降りる選択肢はなく、5ベッドかコールかどちらを選択しようかなと悩んでいました。ここでオリジナルのハイジャックのプレイヤーがフォールドを選択。春ポーカーのターンとなります。ここで春ポーカー5ベッドを返してもいいんですが、相手のスタックがディープということもありますし、エースキングなどにオールインを返されてしまうとこのクイーンズ厳しい状況となってしまいます。安めの4ベッドサイズということもあったので、春ポーカーここはポジションも悪いですがコールを選択。ぜひともセットをさして楽々ポットを取りたいというところで、フロップはジャック4の2クラブのボード。嬉しいような嬉しくないようなフロップが落ちてくれました。春ポーカー自身クイーンズのペアに加えてバックドアでフラッシュドローまであるのでかなり降りづらいボードとなりました。とりあえずドンクをするようなボードではないかなと思ったため、春ポーカーはチェックを選択。相手の動きを待っていきたいと思います。相手自身ハイカードにしろポケットペアにしろ大体 CB を打ってくるようなボードかなという風に春ポーカーは思っていました。現在ポットは995ドル。そのポットに対してここでボタンのプレイヤーはベッド340ドルを選択。想定通りのベッドサイズが飛んできました。このベッドに対して春ポーカー自身もちろん降りる選択肢はなく、コールもしくはレイズ。レイズに関しては自分より強いところにしかついてきてくれないと思い、春ポーカー自身ポジションも悪いですがコールを選択。ターンに落ちたのは5のクラブ。春ポーカー自身フラッシュドローまでつく形となりました。このボードに対して春ポーカー自身またもやドンクする必要はないのでチェックをしようと思っています。5のクラブが落ちたことによってターンで大きめのベッドを食らってもチェックコール体制が取りやすいなという風に思いました。というところで春ポーカーはここでチェックを選択。相手は同卓して30分ぐらいしか経っていない至って普通なおじちゃんプレイヤーです。見た目的にもいかにもプロという感じではないので、それを加味した上でも戦っていこうと思っていました。というところでここでボタンのプレイヤーからベッド730ドルが飛んできました。ポラライズされたデカベッドが飛んでくる可能性もあるなと春ポーカー自身は思っていましたが、ここでは比較的コールしやすいサイズが飛んできました。相手自身おろす気がないようなベッドにも見えるので A シーズキングスの線はまだ消えていません。ですがエースキングオフのエースクラブ持ちなどもこのようなベッドサイズを使うことはあると思うので、春ポーカー自身このベッドに対して降りる選択肢はもちろんないなと思っていました。ターンでのフラッシュ完成だったりジャックのトリップスも一応警戒しないといけませんが、春ポーカー自身クイーンのクラブを抑えているため、相手がかなりやんちゃするプレイヤーじゃない限りエースキングクラブしかフラッシュ完成は見えないかなと思っていました。現在ポット額は1600ドル超え。このベッドに対して胡蝶忍どうする？ずっと付きまといますよ。という
ことで春ポーカーはこのボタンのベッド730ドルに対してコールを選択。春ポーカーの残りスタックはおよそ2500ドルほど、ボタンのプレイヤーも同じぐらい持っています。というところでリバーは2のハート。このボードに対して春ポーカーはリバーでもドンクベットをする必要はないかなという風に思っていました。できればチェックでショーダウンを目指したい春ポーカー。マジでリバーでオールイン要求とかしてきたら悶絶するからお前それだけはやめろよと思いながら春ポーカーはここでチェックを選択。さあお互いのスタックはほぼ同じで2500ドルほど。相手はどのような行動をとってくるのか。このボードに対して春ポーカーのハンドはクイーンズ十分強いですが、相手のアクションが今までおろす気がなさそうでかなり強く感じています。というところでリバー相手はどうするのか。頼むからリバーはチェックしてくれ。エースキングで諦めてくれ。そんなことを思っているとここで相手からベッド1800ドルが飛んできました。これまたオールインではなく下ろす気がなさそうなベッド。春ポーカーここからめちゃくちゃ悩むので早送りにさせていただきます。現在ポットが3135ドルに対して相手のリバーベッドは1800ドル。春ポーカーはおよそ 27% ほどの勝率があればこのベッドにはコールしないといけない状況となりました。ここからは相手が 27% 以上の比率でエースキングなどのハイカードもこのようなベッドをできるかを読むゲームとなりました。もちろんこのアリアのハイレートテーブルに座る強いレギュラーは一部このようなバリューベッドそうなサイズに混ぜてブラフベッドを打ってくるとは思います。ですが今回春ポーカーが対戦していたボタンのプレイヤーは初めてアリアで見るプレイヤーでした。傾向はつかめていないんですが見た目的には普通のおじさんでプロではなさそう。いかにもバリューベッドそうなこのトリプルバレルにおいてこのプレイヤーがブラフを混ぜれるかというと春ポーカー今までのギャンブラーの勘としてノーと言っていました。というところで春ポーカーはクイーンズを見せてフォールド。くっそー。虫の呼吸、蝶野正宏の舞、ホーセビータ。後からこのボタンのおじさんプレイヤーはこのハンドがエーシーズだったということを教えてくれました。ハイレートでよく見かけるレギュラー相手なら春ポーカーこのクイーンズリバーでのベッドはコールをしていることの方が多いとは思いますが、今回は相手の印象をうまく感じ取りナイスフォールドすることに成功しました。ですがいきなりかなりの痛手を負ってしまう形となりました。次で取り返せ春ポーカーから大きめのポットを失ってしまった春ポーカー。続いてのハンドでは絶対に取り返していきたいというところでこのハンドキングラインスーツハイジャックから春ポーカーはプリフロップでレイズ60ドルを選択。ディープスタックで入っているのでこのようなハンドでも広めにオープンしてバチバチに打ち合っていこうと思います。春ポーカーのオープンに対してカットオフのプレイヤーはフォールドを選択。ここでボタンのプレイヤーがコールを選択しました。それに続いて SB そして UTG ストラドのプレイヤーがコールを選択。4プレイヤーでフロップに参る形となりました。バチバチに絡んでくださいというところでフロップはクイーン97の2ハートのボード。このボードに対して SB のプレイヤー UTG のプレイヤーそして春ポーカーボタンのプレイヤーもチェックしてオールチェックでターンに向かうこととなりました。ターンに押したのは3のスペード。このボードに対して SB のプレイヤーを再びチェック。さらに UTG ストラドのプレイヤーも再びチェックを選択されました。春ポーカーこの状況においてターンからはバリューベッドが打てるかなということでフラッシュドローだったり春ポーカーより弱めのペアからバリューを取ろうと思いました。というところで250ドルのポットに対して安めのベッド100ドルを選択。このベッドに対してボタンのプレイヤーはフォールドを選択。フロップターンとチェックされていた SB のプレイヤーはコールを選択。さらに UTG のプレイヤーもコールされました。というところでリバーに落ちたのはエースのダイヤ。エースも落ちてしまったのでリバーチェックで回ってきたら春ポーカーチェックバックを考えていました。そしてこのリバーカードに対して SB のプレイヤーはチェックを選択。ここで UTG ストラドのプレイヤーがどのようなアクションを取ってくるか少し悩んで UTG ストラドのプレイヤーはここでドンクベッド250ドルを選択。フラッシュ目なども落ちていないのでこのドンクベッドには少しだけ違和感を感じました。リバーでラッキーエースヒットを拾ったとしても3ウェイでドンクベッドを打つほど強い役ではないためエースを拾った際にはチェックコール体制を取るプレイヤーが多いんじゃないかなと思っていました。春ポーカー自身9ヒットを抑えていることによって相手の2ペアなどをブロックしています。ドロー滑りも多く見えるこのボード、お前もしかして被告人前へ。ブラフダウンシャンド9ヒットを抑えているためここでレイズを返すブラフ転換も考えましたがストレートドローやフラッシュドローなどが多く滑っているこのボードではシンプルにブラフキャッチコールでいいんじゃないかなと思い春ポーカーはコールを選択。この春ポーカーのコールに対して SB のプレイヤーが悩まれるので早送りにさせていただきます。 SB のプレイヤーのことはそんなに意識してなかったってすんなり降りてくれや。潜みチェックレイズとかマジですんなよお前。ここで SB のプレイヤーはベッドサイズを再度確認。そしてここでコールを選択。
択。 UTG のプレイヤーは素早くマック、春ポーカーはキング9をショー。すると SB のプレイヤーのハンドはエース8オフスーツでした。お前いらんて。あなたやりましたね。判決はよざ UTG ストラドルのプレイヤーはハンドをショーせずに素早くマックされたので、おそらくブラフだったでしょう。 UTG のプレイヤーがブラフベットをしていることは推測できたんですが、まさか SB のプレイヤーがこのベットに対してコールをできるハンドを持っているとは思いませんでした。序盤からめちゃくちゃきつい展開ですが、諦めるな、春ポーカー取り返せ。4000ドルから始めたスタックが現在2000ドルほどに削られてしまっています。というところでこのハンド、キングクイーンオフスーツカットオフから、今回はかたくなにストラドルをしないプレイヤーがいたためブラインドは5-10となっています。というところでハイジャックのプレイヤーがレイズ40ドルを選択。それに対して春ポーカーは3ベット130ドルを返していきました。毎回このハンドで3ベットを返すわけではないんですが、ハイジャックというポジションからのオープンに対してはキングクイーンオフスーツでもしばしば3ベットを返していきます。というところでハイジャックのプレイヤーがコールを選択。ヘッズアップでフロップに参ります。というところでフロップはキング9デュースの2ダイヤのボード。春ポーカーはトップヒットと割かしいいボードを引きました。このボードに対してハイジャックのプレイヤーがどうするか。相手は3ベットに対してのコールなので、強いレンジとしてはナインズか2ポケぐらい。というところで相手プレイヤーはチェックを選択。春ポーカー自身ダイヤも抑えていないのでコンティネーションベットを打っていくことの方が多いですが、今回はポジションもいいですしチェックレンジを強くするためにチェックを選択すると、ターンに落ちたのは7のスペード。悪くないターンカードが落ちてくれたなという風に思っています。ターンでもチェックされた場合はさすがに春ポーカーからバリューベットを打とうと思います。フロップチェックを挟んだことによって広めのバリューターゲットからコールをもらえるかもしれません。そんなことを思っていたら、ここでまさかの相手からポットオーバーのベッド400ドルが飛んできました。これはかなりポラライズされたベッドとなります。相手は2ペアもしくはセットあたりを持っているのか、ストレートもドローか。春ポーカー自身もダイヤを抑えていないので、相手はフラッシュドローもしくはストレートドローなどで大きなベッドを利用することで春ポーカーのクイーンズ以下のポケットペアなどを下ろしに来ているのかもしれません。フロップでチェックレンジを強めたことによって少し難しいシチュエーションになりましたが、春ポーカー自身ポジションもいいのでここはもちろんおりません。コールを選択。割とポラライズされた状況でハイジャックのプレイヤーとヘッズアップでリバーに向かいます。リバーに落ちたのは2のクラブ。これは春ポーカーにとって少しいいカードが落ちたなという風に思っていました。リバーで2が被ったことによって相手の2ポケのレンジが少し薄まったなと思っていました。というところでハイジャックのプレイヤーがチェックを選択。春ポーカーのターンとなります。ポラライズされた状況によってこのリバーのチェック結構弱そうに見えます。春ポーカー自身グッドハンドを持っていそうなのでまあ打ってもいいんですが、キングのキッカー勝ちぐらいしかコールをもらえないですし、キングヒットがターンでポットオーバーを打つかというとそれは微妙なので、春ポーカーはチェックバックすると相手はエース3スーツをショー。春ポーカーは無事ポットを獲得。リバーポラライズされた状況でベットしてしまうとめちゃくちゃ強いハンドにコールもしくはレイズを返されてしまい、滑っているところにはシンプルにフォールドされてしまうので無駄なベットを打たないナイスなアクション。さらにフロップであえてチェックレンジを強めることによってターンで相手からポットオーバーブラフを引き出すことに成功。ナイス春ポーカー。ファンの2ハンドが大きくまだ負けている春ポーカー、そろそろ取り返していきたいというところでこのハンド78オフスーツ BB から、現在ミドルポジションのプレイヤーがリンプ、それに対してカットオフのプレイヤーが30ドルのレイズをしている状況となります。春ポーカー78オフスーツ3ウェイで戦っていけるでしょうというところでコールを選択。春ポーカーのコールに対してリンプしていたミドルポジションのプレイヤーもコールを選択。フロップに参ります。フロップは5642ダイヤのボード。春ポーカーは激アツのストレート。私の戦闘力は53万です。ですがあなたとフルパワーで戦うわけではありません。ご心配なく。春ポーカーは焦らずもちろんチェックを選択するとオールチェックになってしまいターンに向かいます。ターンに落ちたのはエースのクラブ。ターンからベットしようか迷いましたがエースが打ってくれるかなと思いチェックレイズ体勢を取ろうと思いました。春ポーカーのチェックに対してミドルポジションのプレイヤーもチェック。ここでオリジナルのカットオフのプレイヤーがベッド60ドルを選択してきました。カットオフのプレイヤーはプリフロップでオリジナルレイザーということもあるのでエースヒットは十分に考えられるかなと思い、春ポーカーはここでチェックレイズ220ドルを選択すると、ここでまさかのミドルポジションのプレイヤーがここでさらなるリレイズ700ドルを選択してきました。これは正直予想できていませんでしたが、春ポーカー持っているのは現在ナッツストレート。これ以上嬉しいことはないです。このレイズに対して春ポーカーはコールを選択するのか、それともさらなるレイズを返すのか。相手の残りスタックを確認するとだいたい1800ドルぐらいを持っていました。現在春ポーカーはポジションを取られている状況でもありますし、このボードかなりドローも濃いです。ダブルフラッシュドローボードということもありますし、相手はコンボドローの可能性もあります。さらに相手がセットや2ペアなどを持っていた状況でもリバーカードを見せる
ることによってドローが完成したボードになってしまうと相手がおじけづいてしまう可能性も出てきます。マックスバリューを相手から引き出すにはここが勝負時か。スーパーノヴ春ポーカーは現在夏の状況でドローやセットめがけてオールイン要求を選択。現在ポット額は95ドルなのにこんなでかいポットになるとは思いませんでした。相手は春ポーカーのオールイン要求に対してスナップでコールをしないので相手も78という可能性はなくなりました。こうなるとマジでコールしてほしい。23ストレートとか持っとけ。ミドルポジションの相手プレイヤーは春ポーカーのオールインに対して長考に入られるので早送りにさせていただきます。この悩みを相手はフラッシュドローやストレートドローなどで大津計算をしているのか、ナッツストレートの春ポーカーはフラドロしか怖くない。コールしてくれ。すると相手はここでコールを選択。春ポーカーは78を勝。超絶でかいポットに運命のリバーが。このリバーはマジでヤバいって、いろんなとこに引かれてると思いましたが、相手はここでハンドをバック。今のは怖かったぞ。ということでリバーに落ちたのは春ポーカーからしたら激コアの4のクラブのフラッシュドローにもセットにもまくられたかなと思いましたが、なんとか BB のディフェンスポットで5155ドルというかなり大きめのポットを獲得。このポットでいきなり収支はプラスに。ナイス春ポーカー。ここで重大なお知らせ。なんと春ポーカーのアパレルブランドノーリミットが絶賛発売中。第1弾はこちら。お買い求めは YouTube 概要欄から。先ほどのハンドでプラス1にまで踊り出た春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。テンデューススーツ UTG ストラドルから。ストラドルを拒否する人が消えたのでまたブラインドは5、10、20になっています。あまり参加することのないこのハンドですが UTG ストラドルから一部ディフェンスできるところはあるでしょう。というところでここで春ポーカーの右隣 BB のプレイヤーがレイズ40ドルを選択。20ドルを出すだけでフロップが見れるということでさすがにオッズが合ってしまう。春ポーカーはコールを選択。ヘッズアップでフロップに参ります。フロップに落ちたのはジャック95の2スペードのボード。春ポーカーは見事フラッシュドローがつきました。 BB のプレイヤーはこのボードに対してチェックを選択。春ポーカーはフラッシュドローがついているものの現在10ハイという状態なのでキングハイやクイーンハイを下ろしにまずは様子見のベッド40ドルを選択。ここで降りてくれたら楽だなと思っていましたが BB のプレイヤーはコールを選択。ターンに向かいます。ターンに落ちたのは7のクラブ。このターンカードによって春ポーカーは8のガットショットストレートドローもつく形となりました。ターンカードに対しても BB のプレイヤーはチェックを選択。フロップチェックコールしているところから相手のハンドは5ヒット9ヒットなどを持っている可能性は高いかなと思いそこら辺を下ろしに165ドルのポットに対して大きめのベッド150ドルを春ポーカーは選択。ドローコンボも多いのでミドルヒットなどでもコールされてしまうかもしれませんが春ポーカー自身ポジションもあるのでまくったらそこからバリューベッドに切り替えていきたいなという風に思っていました。この大きめのベッドに相手プレイヤーはコールを選択。リバーに向かいたいと思います。8192分の1。このゴッドを引くより確率はだけ。俺なら引ける。俺なら引けるよなリバーは。神やつ。やっぱり春ポーカーは引いた。激アツのストレートをリバーで完成。現状10クイーンにしか負けていないのでリバーでもバリューが打てるなと思っていました。このリバーに対して BB のプレイヤーはチェックを選択。春ポーカーにはターンでガットショットがついていたためリバーでストレートを引くことができましたがフラッシュドローなどは全て滑っているボードとなります。そうなるとフラッシュドローなどが滑った時と混ぜて大きめにベットすることで相手が2ペア完成などでブラフキャッチに走ってくれないかなと春ポーカーは思っていました。そこで選んだサイズはベッド400ドル。ポットパツパツに打った春ポーカーですが相手プレイヤーはスナップでフォールド。リバーでバリューは取れなかったもののボードはかなり味方してくれてる。いいぞいけるぞ春ポーカー。のハンドはまたもやストラドルを拒否する人が出てきて5-10というレートに戻っています。というところでこのハンドキングジャックオフスーツミドルポジションから現在 UTG プラス1の2名のプレイヤーがリンクされている状況となります。5-10では結構珍しいですが現在のこのテーブルかなりリンプが多い状況となってきました。割とルーズパ
パッシブなプレイヤーが多かったので、プレッシャーをかけてどんどんスチールしていきたいなという風に思っていました。というところでシュンポーカーはミドルポジションからレイズ60ドルを選択。このシュンポーカーの60ドルのオープンに対してボタンのプレイヤーがコールを選択。これはかなりのマルチウェイポットになるんじゃないかなとシュンポーカーは思っていました。 SB、BB のプレイヤーがフォールドされてリンプされていた UTG のプレイヤーがどうするか、マルチウェイポットになるかなと思っていたシュンポーカーの予想とは異なり UTG のプレイヤーがフォールド、続けてプラス1のプレイヤーもフォールドされました。というところでシュンポーカーとボタンのヘッズアップでフロップに参る形となりました。フロップに落ちたのはクイーン99レインボーボード。シュンポーカーは1オーバープラスガットショットストレートドローがついた状況となります。エースハイだったり弱めのポケットペアを下ろすべくシュンポーカーは CB を打とうと思っています。ポケットペアには1回はついてこられるようなボードですが、2発撃てば結構な割合で降りてくれると思います。今回シュンポーカーが選んだサイズはポット155ドルに対してベッド90ドル、結構大きめのベッドを選択していきました。今回のようなシチュエーションでのボタンのコールレンジにポケットペアってかなり含まれてるなと思っていたので、フロップターンとしっかり打ってそこら辺をがっつり下ろしに行こうかなと思っていました。というところでフロップの CB に対してボタンのプレイヤーはコールを選択。ターンに落ちたのは10スペード。シュンポーカーはターンでガットショットを引きストレートに発展しました。というところでシュンポーカーはどうするか。ターンではポケットペアなどから広くコールをもらうために安めに打つか、それともクイーンだったり9のトリップスめがけて大きめにバリューを取りに行くか。今回シュンポーカーはストレートを積もっていますが、本来エースキングなどでもここはポラライズして大きめにベットをしていくようなシチュエーションだと思います。そのようなハンドと混ぜて今回はブラフベッドっぽく大きめのベッドを選択することにしました。今回は335ドルのポットに対して少しポットオーバーのベッド360ドルを選択。ぜひともブラフと疑ってコールをしてもらいたいシュンポーカー。テーブルの状況がパッシブということもあるので、これまでにもシュンポーカーアグレッシブめにポーカーを繰り広げていました。そこら辺のプレーの印象を利用して同じように大きくベッドを展開してきました。そろそろ疑いのコールもあるはず。そう思っているとボタンのプレイヤーはまんまとコールを選択。リバーに向かうこととなりました。絶対にボードだけはかぶんな、9とかクイーン落ちたら終わる。そう思っているとリバーに落ちたのは2のスペード。ターンでフラッシュドローが伸びたところにはフラッシュ完成されていますが、シュンポーカー自身ジャックのスペードを抑えています。フラッシュにビビってリバーベットしないのはさすがに違うので、リバーでも積極的にバリューを狙っていこうと思います。リバーのバリューターゲットとしてもターンと同じクイーンや9あたりを狙っていきたいと思います。クイーンや9あたりがギリギリコールできるかなというサイズ、さらにはレイズに対してフォールドも検討できるように高めのベッドを選択しました。シュンポーカーはこのリバーにおいてベッド700ドルを選択。プリフロップシュンポーカーの60ドルのオープンに対してボタンでコールドコールなのでエースクイーンなども若干混ざっているかなという風に思っていました。そこら辺ならワンチャンコールしてくれるかも。レイズ帰ってきたら悶絶するけど、その時はその時で考える。そう思っていると相手はここでフォールドを選択。リバーのバリューベッドにはコールをもらえませんでしたが、ターンのポットオーバーベッドでコールをもらうことはできました。というわけでここで1055ドルというまあまあなポットを獲得。ナイスシュンポーカー。次のテーブルはプロの割合が少なく、シュンポーカーは自由に戦えていました。テーブルが美味しい間にできるだけ戦っていきたいというところで、このハンドラッパスーツカットオフからハイジャックの30ドルのオープンに対してシュンポーカーはコールを選択していきました。というわけでヘッズアップでフロップに参る形となりました。フロップはキング78のレインボーボード。熱い熱いね。シュンポーカーは見事ボトム2ペアを完成。ハイジャックのプレイヤーはこのボードに対してチェックを選択。ボトム2ペアはペアが消えやすいのでもちろんスロープレイはしません。75ドルのポットに対してシュンポーカーは40ドルのベッドを選択。バックドアフラッシュドローまでついているため、ここはもちろんコールをしてほしいなと思っていました。すると少し悩んでハイジャックのプレイヤーはこのベッドに対してコールを選択。ターンに向かいます。ターンに落ちたのは6のスペード。シュンポーカーは2ペアに加えてフラッシュドローまでつく形となりました。ターンに対してもハイジャックのプレイヤーはチェックを選択。ハイジャックのプレイヤーの印象的にはあまりポーカーを打ち慣れていなさそうな初心者とは言えませんが、結構下手そうなプレイヤーだったため、ターンからはがっつりバリューを取りたいと思っています。シュンポーカーはここで78スーツをもう一度確認して155ドルのポットに対して大きめのベッド110ドルを選択。シュンポーカー自身ポジションも勝っていますし、もちろん相手にはコールをしてほしいですし、レイズを返されてもコールをしないとなと思っていました。もしもコールなどをされた場合はリバーでキングと6だけは落ちるなと思っていました。ここでハイジャックのプレイヤーはコール、リバーに向かいます。リバーは6のハート。いいか、俺は神だ、お前はゴミだ。
おいマジでディーラー何してんねん。5ミリは落とすなよ。というわけでシュンポーカーが想定していた中で一番最悪のリバーが落ちました。このリバーに対してもハイジャックのプレイヤーはチェックを選択。シュンポーカーもここでチェックバックを選択すると、相手のハンドはキングクイーンオフスーツ。めちゃくちゃいいバリューターゲットが目の前に落ちてたのに最後のリバーで邪魔されました。まあでもしゃあない、こういうのもポーカーにはつきものです。リバーいらんベットをしなくて済んでよかったと思うシュンポーカー、次のハンドでかます。ポーカー自身現在スタックもディープでパッシブ気味なテーブルなので比較的ハンドを緩めにさらに自由に戦っています。というところでこのハンドジャック9オフスーツボタンから今回もブラインドは5-10となっています。というところでカットオフのプレイヤーがここでレイズ30ドルを選択。比較的戦いやすいプレイヤーではあったためシュンポーカーボタンからコールを選択しました。このアクションに対して SB のプレイヤーはフォールドを選択。 BB のプレイヤーがどうするか。 BB のプレイヤーはここで3ベット120ドルを選択。少しだるいなと思いましたがカットオフのプレイヤーがここでコールをされたのでシュンポーカーもオッズが合うなと思いコールを選択。3ウェイならジャック9オフスーツギリギリ戦えるでしょう。というところでフロップはテンパチ5のレインボーボード。シュンポーカーにとってかなりいいボードが落ちてくれました。このボードに対して BB のプレイヤーはチェックを選択。カットオフのプレイヤーはどうするか。シュンポーカーはフロップでオープンエンドストレートドローがつきました。というところでこのボードに対してカットオフのプレイヤーがベッド220ドルを選択。レイズを返してもいいんですが BB のプレイヤーも混ぜた方がシュンポーカー的に期待値はプラスかなと思ったのでここではほぼほぼレイズの選択肢はなくコールを選択しようと思っています。シュンポーカー自身ゴッポケなどを持っていてセットをさしていたとしてもこのボードではコール止めにすることの方が多いでしょう。ポジションもいいのでターン以降でもブラフ転換できるかなと思いシュンポーカーはここコール止めを選択。 BB のプレイヤーが降りてヘッズアップでターンに向かいます。ターンに落ちたのは5のハート。これは少しだるいカードが落ちてしまいました。シュンポーカー自身ボードが被ったことによってストレートを引いたとしてもナッツではない状況が作られてしまいました。というところでこのターンカードに対してカットオフのプレイヤーはチェックを選択。シュンポーカーのターンとなります。もちろんここでベットをすることで下ろせるところもあるとは思いますが先ほども言った通り相手がフルハウスを引いていて待ち構えてるパターンもあるとは思いました。ということでシュンポーカーはチェックバックしてリバーのフリーカードを見に行く作戦にしました。リバーに落ちたのは3のハート。相手プレイヤーはこのリバーカードに対してもチェックを選択。このアクションになるとシュンポーカーさすがにリバーはベットしたいかなという風に思っていました。現状シュンポーカーはジャックハイショーダウンバリューはほぼほぼないでしょう。フロップエースハイだったりポケットペアでベットするかは謎ですが2回チェックを挟まれているのでうぞうむぞうなハンドも下ろしにシュンポーカーは805ドルのポットに対しておよそハーフサイズのベッド420ドルを選択。いかにもバリューベットそうなサイズを選んでいきました。頼む、あんた何持ってるかわからんけどとりあえず降りて。早く降りて楽になりなさい。このシュンポーカーのリバーベッドに対して相手は少し悩んでここでフォールドを選択。ジャックハイというショーダウンバリューがないハンドでなんとかポットを獲得。私は刑事、いわゆるデカになるのが夢だったわ。だけど途中で諦めたの。だってすでにあそこがデカだったから。というわけでシュンポーカー今回の企画の初日は9時間という短い稼働時間ではありますがポーカーを終了することにしました。ちなみにあそこがデカっていうのはブラッフィン今日です。ということでね実戦終わりました。前半きつくてね2000ドルマイナスぐらいまでいったんですけど4000ドルバインでまあ5000ドルぐらい多分あるんで1000ドル勝ちで本日も終えることできました。マイナス2000ドルからのプラス1000ドルはね1万ドル勝ちみたいなもんやから。はい、ということでね1日目の実戦終わったんですけどもシュンポーカーね1日の実戦ごとにサイドギャンブルをやらないといけないというねルールがあるので1000ドルしか今日買ってないのに2000ドルかけなあかんってどういうことということでね1日目はバカラにかけていきたいと思います。これもね実習誌に追加されるみたいなのでこれで負けたらマイナス1000ドル勝ったらプラス3000ドルということでね100万円勝ちにかなり近づけることができるのでバカラ一発かけいってきます。シュンポーカー一発2000ドルサイドギャンブルチャレンジやっていきたいと思います。今回は2000ドルをプレイヤーにかけていったシュンポーカー。さあ頼む、ナチュラル9で決めてくれ。今回は右隣に座っているお客さんがバンカーにかけているためシュンポーカーからめくっていく形となります。まず1枚目のトランプはここで2本足がつきました。とりあえずいいでしょう。もう1枚のトランプは1本足が見えました。というところで1枚目のトランプは4から10が確定、2枚目は2か3なので1枚目のトランプが2歳なら強いですがここで4歳。この時点でシュンポーカーがかなり弱いことが確定しました。そしてもう一つの相方は2。現状めちゃくちゃ弱いですがもう1枚引けるチャンスがあればシュンポーカー強い役を作ることもできる。なんとかバンカーの数字がナチュラル8もしくはナチュラル9じゃないことを祈ります。というところで相手の数字は激アツのカウント1。これはバンカープレイヤーともにもう1枚トランプを引きます。シュンポーカーの数字は
逆の絵柄が見えてしまいました。春ポーカーのカウントは変わらずに、でもまだある。相手のハンドは切ったー。相手もまさかの絵柄で春ポーカーの勝利。一撃バカラで2000ドル勝ち。これ以上ズルズルやってしまうと負けることは分かっているので、このハンドでそそくさと退散。ナイス春ポーカー。ってことでね、春ポーカーはサイドギャンブルも強いよ。一発2000ドル掛けでプレイヤーバンカープレイヤーバンカーってなってたんでね、前の時はバンカーやったんで春ポーカープレイヤーかけたら一撃であれで勝てるんでかすぎる。ナイスピクチャーってことでね、1日目のポーカー実戦は1000ドル勝ちで、バカラで2000ドル勝ち、もう3000ドル勝ちました。残り4500ドル、明日でいけるんちゃう？今日は疲れたんで寝てね、明日できるだけ早く起きてなんとかね100万円に増やせるように頑張っていきたいと思います。ここまで見てくれた方ありがとうございました。Life is Gamble is on。あざっしゃ。